こんにちは。領収さん最推し管理人のルナです。本動画は深夜清掃までのネタバレと、投稿主の妄想解釈を含みます。ご注意ください。突然ですが、ここ数ヶ月、私は領収さんの理解を深めるため、地獄編に関する論文や、領収さんに関連してそうな他芥川作品を読み漁っていました。文学的教養や歴史的知識がないゆえに四苦八苦しながら、しかし、原点を深掘りすることで見えてくる、新たな推しの可能性に心躍らせながら、探求を進め、そしてその成果を一つの文書にまとめた結果。7万字になりました。一体誰が読むというのだ。自分でも全部読むのは嫌ですね。4割くらいは原点やゲーム内テキストからの引用なので、実質的な文字数はここまでではないですが。ということで、本動画は、ピクシブに投稿したこのフルバージョンのダイジェスト版になっております。ピクシブ版の目次はこんな感じです。特にパート2は、地獄編、それ自体の考察で、例えば義秀の娘への愛の形を検討したり、義秀にとって娘の死は計画のうちだったのか、聖天の霹靂だったのか考察したり、各登場人物の性格描写から、語り手の色眼鏡を除くとどうなるのか考えたりしています。もし、地獄編を読まれたことがあるのなら、きっとあなたが受けた印象とは違う、新しい解釈に触れていただけるという自負のあるパートですが、ゲームに直接は関係しないため、本動画では取り扱いません。興味のある方はぜひ、ピクシブのフルバージョンをご覧ください。パート3では、地獄編以外の、領収さんにかすってそうな作品を紹介しています。パート4では、パート2、3の内容を踏まえつつ、ゲーム内要素を中心に、リンバスの領収さんについて考察しています。この動画は、パート4のうち、投稿主が特に気に入っている部分を抜粋、再編集して作っております。ということで、今回の動画は、領収の娘、バトラー説、領収、大切な人を失っている説、領収、記憶を一部失っている説、の、ご覧の3本でお送りします。妄想の域を出ない推測なので、ご了承くださいね。領収さんが原点における主人公義秀ではなく、娘や猿に当たるのではないか、という考察は、しばしば目にします。投稿主は、領収が母親だと一番興奮するので、親説支持者ですが、どの可能性もありそうだとは思っています。複数要素のハイブリッド説もありますね。このあたりの議論、領収さんが原点の誰に当たるのかの比較検討は、ピクシブ版のパート41で行っているので、よければご覧くださいね。そして本動画パート1、領収の娘、バトラー説、では、領収さんは原点親であると仮定させていただきます。ここで、領収さんが6章でバトラーについて言及していた部分を見てみましょう。この会話でポイントとなるのは、メリーがバトラーはマイナーな職業だから知っている人は少ない、と明言していること。つまり、バトラーを知っている人は、知っているだけの理由がある、という前提があることです。そして、金持ちの本流、フィクサーオタクのドンキに混ざって領収が一言発言しています。そもそも領収は口数が多くはなく、わざわざ一言物申すときは、彼女にとって思うところがある場合が多いです。これらを踏まえると、領収さんは6章で初めてバトラーに出会い、彼らの仕事ぶりを見て、こいつら飼い犬みてえだなぁ、と思ったのではなく、前々からバトラーを知っており、さらには気に食わないところがあった、と考えるのが妥当な気がします。では、なぜ領収さんはバトラーを知っているのか。領収さんが雇う側だったというのは、あまりなさそうですね。わざわざ人を雇って面倒を見てもらうことを好む性格ではなさそうです。また、雇う側としてこのセリフを言っているとしたら、ただ性格が悪いというか、あまり深みのない言動に思えます。雇われる側であった線はどうでしょうか。原点で大殿の依頼を受けて絵を描いていた義秀は、ある意味非雇用者であり、その点ではバトラーと通じる部分もありそうです。黒獣のような従者人格もありますしね。しかし、彼女はバトラー人格を保有しており、囚人人格の彼女に実際にバトラーであった過去があるというのは、メタ的に考えるとあまりなさそうです。ここで、原点を振り返ってみると、義秀よりもっとバトラーに近い職業についている人がいます。そう、義秀の娘です。彼女は女房として大殿の屋敷に仕えていました。女房とは、屋敷にいる偉い人の身の回りの世話をする役職です。多分、とてもバトラーに似ていると思いませんか？はっきりとは明言されていませんが、原点で娘は大殿から強姦未遂の被害を受けていました。語り手が偶然目撃しかけたその一件だけ描写されていますが、実際にはもっと多くの被害を受けていたかもしれません。これまた原因は明言されていませんが、大殿の屋敷で暮らす娘は、次第に心を病んでいきます。義秀が娘の状況を把握していたかはわかりません。しかし、義秀は大殿の依頼を完遂した褒美として、娘の返還をたびたび要求します。大殿の機嫌を損ねたとしても、これらの事実を踏まえると、大殿の魔の手によって次第に衰弱する娘を救い出せないことを、義秀は非常に歯がゆく思っていたのではないでしょうか。推測ですが。しかし、これらの解釈を念頭に置き、義秀をリンバスの領収、娘をリンバス領収さんの娘であるバトラーに置き換え、領収の先ほどのセリフを見ると、原点と同じように、娘がバトラーとして使い潰された過去があったとすると、それを助けられずに、もどかしい思いをしたことがあったとすると、とても、心に来るものがないですか？このセリフ。ちなみに、地
獄編、ラストで娘がみすみす焼け死ぬことになったのは、義秀の芸術の追求のため、という見方が多数派なのかなと思いますが、大殿の暴挙に病んでいく娘を、死、という最終手段で助け出すため、という解釈もあります。気になった方はピクシブ版24を覗いてみてください。というわけで、義秀の娘バトラー説をご紹介しました。ありそう度は、20% くらい？そもそも娘がいるかどうかも怪しいですからね。もし的中したら褒めてください。原点の親、猿、娘は最終的に全員死んでいますから、大切な人を失った、というのは、どの立場にも当てはまりそうです。リンバスの領収さんはどうでしょうか？今回注目するのは、初期イージー王のイラストです。大切な刀を抱え、長いまつげを伏せ、横たわる姿が麗しいですね。私も抱きしめられたいです。しかし今は、領収さんに奪われてしまう目線を、頑張って彼女の後ろに向けましょう。たくさんのろうそくがありますね。イラスト全体の色合いは、娘を焼き殺した炎を連想させますが、光源がろうそくであるのは、もっと別のものを表しているからではないでしょうか？猛火を表現したいなら、空間全体を炎で包んでもいいはずです。異種の初期イージー王は水没していますからね。では、ろうそくは何を表現しているのか。仏教におけるろうそくの意味を調べてみたところ、大まかに次の4点があるようです。邪念、不浄、煩悩を清める役割。あの世からこの世への目印の役割。亡くなった人が天国へ行けるように導く道しるべ。仏の教えの表現。このうち、4つ目の仏の教えの表現には、仏壇に通常2本備えられるろうそくの、それぞれに対応する意味があるらしく、今回の形とは合致しないと思うので、考慮しないこととします。上3つに注目しましょう。領収さんが大切な人を亡くした過去がある、と考えると、辻褄が合うと思うんです。大量のろうそくに火を灯したのは、それだけ、失った苦しさを癒したかったから、会えないと分かっていても、帰ってきて欲しかったから、天国に行けますように、と、強く願ったから。ろうそくの高さはそれぞれ異なっています。つまり、着火したタイミングが違うということです。一度に全てのろうそくに火をつけたのではなく、まだ足りない、まだ足りないと増やしていった。その心情を思うと、勝手に胸が苦しくなります。考えすぎでしょうか？しかし、私には強力な味方がいるんです。そう、マリアッチ組織員さんです。ドンキちゃんの本質を半ば見抜いたマリアッチが、領収さんに悲しみを見出したのはきっと意味があるはず。あとは、共通イージー王のセリフも気になりますね。領収さんに珍しく、憂鬱さを感じるセリフなので印象的です。恨みと後悔。恨みは一般的に他人に、後悔は自分に向けるものであると思いますが、芸術が失敗しても気に求めていなさそうな彼女が、後悔するほどのことって、一体何なんでしょうか？いかがでしたか？あの領収さんが、心の奥底には、個人への深い悲しみを抱えているのだとしたら、とても、興奮しますね。異論は認めません。ありそう度は、60% くらいでしょうか？初期イージー王の考察などが間違っているとしても、キャラクターの背景として大切な人との死別は、珍しくはないですからね。4章ラストで記憶消去手続きをしようとするアルフォンソに対し、領収は抵抗を見せました。記憶に対する執着があるのは、一度失ったことがあるからなのでは、という考察です。記憶が大事なのはむしろ覚えていることの少佐なのでは、と言われてしまえばそうですが、逆に、絶対に忘れたくないほど大事な記憶があるのなら、先ほどの大切な人を失っている説の根拠になるかもしれませんね。まあそれは置いておいて、この記憶喪失説は正直根拠が弱いことを自覚しておりますが、聞き流す程度にお付き合いいただけると幸いです。この考察の根拠の一つは、今表示しているやりとりです。そして、もう一つは、原点地獄編の性質です。地獄編には名前がない登場人物が何人かいます。語り手の私、や義秀の弟子などがそうです。その中で、最も重要な登場人物は義秀の娘でしょう。リンバスの領収さんが原点の親か猿に当たるなら、両者にとって最も大切な人物である原点娘に名前がないのは、ゲーム的になかなか扱いにくいのではないでしょうか。また、もし領収さんが原点の娘で、親、猿の名前は原点通り持ってくるとしたら、親、娘、猿が全員領収となる領収トライアングルが生まれてしまいます。これでは、ややこしいですね。領収、義秀、と読み方を変えたとしても、誰かが必ず被ります。では、どうやって名前のない登場人物の名前の処理を行うのか。私は、思い出せない、と処理するんじゃないかと思いました。また、原点における死を、記憶喪失として疑似的に表現するのではないか、とも思いました。突飛な思いつきに過ぎないですが、領収さんはリンバス社に入社前のことを匂わせる発言をたびたびしていますので、全ての記憶を喪失したとは考えられず、彼女にとって大切な一部だけ、と見るべきでしょう。領収さんの匂わせの中で最も特徴的なのは指への言及であり、ただただ詳しいだけでなく、幹部の顔ぶれを知っているかのような言い回しをしています。領収さんが指について言及した場面は、ピクシブ版の4にでまとめています。話を戻しましょう。己にとって大事な誰かについての記憶を失い、名前も忘れてしまった領収さんは、その何かに対する漠然とした感情だけが残った。その感情のままに発言したのが、時間殺人時間での名前は大事だ、というセリフ。
ちょっと苦しいですかね。黒獣人格のセリフからもわかるように、彼女は自分の名前にこだわりがあるようですから、このセリフも自分の名前へのこだわりが出ただけである可能性が高そうです。名前といえば、彼女は初登場時に、領主、よろしく、という超絶可愛いギャグを披露してくれたわけですが、このセリフも、領主のお茶目さが出た冗談であるだけではなくて、もっと重要な意味や文脈を持っていそうだなと思っています。キャラクター PV でも領主はこの発言をしており、すでにメイン賞を終えた囚人の PV を見てみると、PV 中のセリフは伏線の宝庫と言えるほど大事ですので、私をイシュメールと呼んでください、と同じように、誰か親しい人間に対して使ったジョークなのではないかと思います。例えば領主が原点親で、原点娘にあたる幼女に出会い、怯える幼子の緊張を和らげるために、ちょっと面白おかしく自己紹介をした、とかね。また話が脱線しました。記憶喪失説の続きに戻りましょう。黒獣人格の人格ストーリーでは、領主が以前の主君に対しほとんど記憶を持っていないことがわかります。これは黒獣としての習慣であり、主君が変わると前の主君のことを忘れさせられるルールになっている可能性や、生命保険を使用したために記憶に欠陥が生じている可能性などの方が高そうですが、領主個人の問題である可能性も例ではないので、触れておきます。また、公式サイトから見られるキャラクター紹介に記述されている、赤いボタンの存在も気になります。ゲーム内ストーリーでは一切登場していないですよね。ダンテがボタンの現物を受け取り説明を受けていたなら、領主を見て、こいつがボタンを使う対象か、と思考するのが自然な気がします。もしかしたら領主さん個人のために用意されたものではなく、囚人全員のためのボタンではあるが、領主さんに対して必要になる可能性が高いよ、と言いたいのかもしれませんが、とはいえ、耐えられない状況、というのは普通に考えるのならば、囚人が暴走して手のつけようがない状況だと思うのですが、そういう状況なら、最近ありましたよね。そう、ドンキホーテです。ボタンが物理的に囚人を機能停止させるものなら、領主さんよりも力が強いことが定期検診で明らかになっており、決起という背景から暴走も想定しやすいドンキさんにこそボタンが必要ではないでしょうか。よって、ボタンは囚人に物理的に作用するものではなく、もっと別の効果があるのではないかと思いました。キャラクター紹介には、私的な恨みを作るな、と書かれています。よくわかりませんが、領主から恨まれるその状況自体がまずいということです。だから、ボタンは領主から管理人への感情をリセットする。つまり、記憶に干渉するものなのではないか、と思いました。かなり苦しいのはわかってますとも。なんであれ、今まで一切ストーリーで触れられていない赤いボタンが領収書では本当に出てくるのか気になりますね。ということで、記憶喪失説についてご紹介しました。ありそう度は 5% くらい？そして、以上で3つの説すべてについての説明が終わりましたね。いかがだったでしょうか？拙い考察でしたが、お楽しみいただけていれば幸いです。どれほど考察しても、プロムーンは我々の想像を飛び越えてきますから、9章が本当に楽しみですね。もし、この動画でご紹介した私の考察について思うところありましたら、遠慮なくコメントくださいね。ところで、皆様。常連として通っていた店の厨房長に、恍惚とした顔で芸術にされるのと、名前を呼んで、とおねだりしてくることもあった、元飼いウサギに手を噛みちぎられるのと、どっちがいいですかね？自分ずっと読みパ人格の夢女やらせていただいていたのですが、深夜清掃で同じくらい火力の高い人格が実装されて困っています。ああ、二人とも私を殺そうとしてくる。やめて、私のために争わないで。決めらんないですよこんなの。皆さんはどちらがお好みですか？どっちでもない？でも誰だって、推しに殺されて死にたいですよね。最後に見る景色は、厨房長の S に入った笑みか、ゴミを見るかのようなウサギ領衆の黄色い瞳がいいな。迫り苦しみ絶望しながら、むせ返るほどのタバコの匂いを吸い込む。気づいたのですが、殺されるってことは、私の返り血を浴びてもらえるってことですよね。それってなんというか。ふふ。なんでもありません。もし9章で領衆さんに殺されるモブがいっぱい出たら、そのうちの1人は私なので、皆さん覚えておいてください。ということで、10分少々、私の妄言にお付き合いいただきありがとうございました。少しでも新しい発見を提供できていたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。